おはようございます。たかしです。本日は2月13日火曜日、ただいま9時18分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在は大枠ではこの黄色丸の高値との大きなダブルトップをイメージしております。その中でさらに小さなダブルトップを現在描くのかなというような、そんな風にも見えてきます。現在は直近の高値、白い水平線がありますが 188.6 付近に一度到達して、そこからの下落になるのか、それともここを上抜けるのかというそんな分かれ道にあります。ストキャスティクスは高値圏にありますね。ですのでここからの上昇には優位性がありませんが、昨日の動きなんかを見ていてもこれ結構長い下髭の陽線になっているんですね。つまり一度下攻めはしたんですが、そこから再び切り返してきているという動きですので、このまま上昇していく可能性もありますので、現在はダブルトップはイメージしておきたいものの、このまま上抜ける可能性も考えておきたいので、両方のイメージを持っておくのがいいですね。今は上抜ける可能性もあるけれども、最高値付近ですので、ここから下落する可能性も十分ある。インジケーターを見ているとここから下落しそうな、そんな雰囲気にも見えてきます。では4時間足です。4時間足、日足でもそうですが、大枠ではレンジなんですよね。この高値、現在地と、それから186円付近ですね。ここでのレンジと考えておきたいので、もしここから下落してくれば、この186円ぐらいを目指して下落していく可能性を考えておきたいですね。ただ、現在は日足 GMMA の青帯に昨日サポートされて上昇しているようにも感じます。本当はもう少し下落してきてほしいところだったんですが、GMMA の青帯に接触するぐらいまでの下落を理想としているんですけれども、昨日はそのちょっと手前で上昇してきましたね。ですので本日もしかすると昨日安値をもう一度目指していくような動きになるかもしれませんが、もしそうなってくれば昨日安値とのダブルボトムからの上昇をイメージしておきたいですね。直近ではこのオレンジの水平線、過去意識されていたレジスタンスラインを上抜けてきたので、そこが次下落してくればサポートになってくると思いますので、187.6 付近まで下落してくれば、そこからの反発上昇をイメージしておきたいです。昨日強めの陽線が出てきて上昇はしてきているんですが、前半はじりじりと下落、そして夜に大きく上昇はしたんですが、今ストキャスティクス結構高値圏にありますよね。ですのでそろそろここからの上昇は怪しいかなと思ってます。もうちょっと上昇余地があるので、本日もう一度昨日高値とか金曜日の高値を目指して上昇する可能性はあるんですが、ストキャスティクスが高値圏に入ると、やはり過去のこの動きを見てもわかるように、ストキャスティクス高値圏に入ると比較的下落しているんですね。金曜日からの下落もそうですよね。木曜日金曜日付近でストキャスティクスは高値圏、そこからのこの昨日の下落っていうのがあるので、やはり今ストキャスティクスが高値圏に来ているってことは、そろそろ下落方向に動きやすいということなので、そこはご注意ください。昨日強く上昇してきたので、このまま上昇していく可能性もあるんですが、その場合はだいたい189円手前ぐらいで折り返す可能性も考えておきたいです。では1時間足です。1時間足には赤いトレンドラインを引いてます。ちょっと今そこの乖離があるので難しいんですが、今のところこのトレンドラインに接触しての上昇になってますので、今回ここからもし下落するのであれば、トレンドライン付近を目指して下落してくるかもしれませんね。ちょうどその付近っていうのはオレンジの水平線があります。これ4時間足にも引いてました過去の高値ですね。その辺付近まで下落してくる可能性がありますので、そうすると昨日の安値でのちょっと下抜けはするんですが、ダブルボトムもイメージできますので、その辺の動きですね。こんな感じの動きもイメージしておけるといいんじゃないかなと思ってます。もしこのまま上抜けてくればその流れについていってもいいと思うんですが、かなりの最高値、週足でも日足でも高値更新になってくるので、ここからの上昇は難しくなってくるかもしれませんので、ここからどんどん上昇していくときはトレードは慎重に、一度押しを作ってくればエントリーチャンスは来るとは思いますが、基本的には今高値圏にあるので、昨日みたいなこういう乱高下をしやすいんですね。昨日も下落してから上昇というこの V 字での動きになってますので、本日も例
例えば上昇してもすぐに V 字で下落するとか、昨日みたいな動きとか、そういう乱高下が考えられますので、エントリーは慎重にしていく必要があると思います。ではドル円の冷やしです。現在ドル円はじりじりと上昇してますね。GMMA の青帯を上抜けて、そして青帯にサポートされて上昇、そして少しずつ上昇をしてきているんですが、昨日とか金曜日はちょっと高止まりをしている感じですよね。ですのでここから一度押しをつけに来るのか、ストキャスティックスは高値圏ですので、ここから押しをつけに行ってもおかしくないんですが、とはいえ昨日も金曜日もストキャスティックスは高値圏にあったんですが、なかなか下げられない状態ですので、ここからじりじりと上昇していく、この152円とか151円とかを目指してじりじりと上昇していくかもしれません。ただ現在 149.5 付近、そして次は150円という節目がありますので、まずは上昇してきたら150円ぐらいをターゲットに考えておく。そこからは再び大きめの下落、一度深めの押しをつけに行くかもしれないという、そういう動きを想定しておくのがいいですね。では4時間足です。4時間足は綺麗な上昇トレンドを作ってきております。この赤いトレンドラインを引いているんですが、ちょっと角度は急なんですが、これに沿って今は上昇中。昨日も一度そこに押しをつけに行った形ですね。ですので今はこのトレンドラインに沿って上昇しておりますので、このトレンドラインを割ってくるまで、もし本日このトレンドラインを割ってくれば、このオレンジの水平線ぐらいまで、昨日の安値を少し下回るぐらい 148.7 付近までは下落するかもしれませんが、基本的には今この上昇トレンドで動いていますので、この赤いトレンドラインに沿っての上昇の流れに乗っていくのが安全です。ただ上昇していった場合、先ほど150円が節目になると言いましたが、その前にこのオレンジの水平線がありますので 149.75 付近、そこがまずは一旦のターゲットになってくると思いますので、そのあたりまでの上昇イメージ、そこを超えてくれば次は150円。150円は比較的大きめの節目になってくると思いますので、大きく下落をしていく。下落と言いましても、日足もしくは4時間足の GMMA に押しをつけるような、そんな下落になってくると思いますけれども、調整の下落ですね。昨日調整結構浅いですよね。この金曜日、木曜日、金曜日からのこの調整、浅めの調整で上昇してますので、ちょっとこの上昇の仕方は気になるところです。先日の動きですね、2月の6日とか7日のこの辺の動き、こういったしっかり押しをつけてきてくれると、そこからの次の上昇の流れはイメージしやすいんですが、昨日みたいな浅めの押しからの上昇になってくると、上昇していってもすぐに天井を迎えて下落するということも考えられるので、そこはご注意ください。もし浅めの押しでどんどん上昇していく場合は、そこにはあまり乗っていかない方がいいかもしれない。いつ天井を迎えるかわからないというところは注意しておく必要があります。では1時間足です。1時間足を見ているとよくわかりますよね。この上昇の感じ、2月の頭から大きく上昇して一度深めの押しをつけた。そしてそこからもう一度大きく上昇したんですが、この押しの浅さっていうのがすごくよくわかりますよね。この木曜日、金曜日、ほぼほぼ横の動きなんですよ。ですのでここでしっかりと押しをつけていればいいんですが、押しがちょっと浅いので、ここからの上昇も上値が重くなってくるかもというところ、それから先ほど言いました 149.75 とか、そして150円という節目がもうだいぶ近づいてきてますので、やはり上がったところは売られやすいですし、かといって底堅い動きをしてますので、もしここの流れについていくのであれば、しっかり下がったところから買っていくっていう、そういうトレードがいいと思います。もしくはこういう節目ですね、149.75 とか150円付近で短く反発の下落を狙うのもいいと思いますが、今先ほど言いましたようにこの赤いトレンドラインに沿って上昇してますので、今そことの幅がだいぶ小さくなってきたんですね。ですので例えば 149.75 にぶつかってそこから下落したとしても、その赤いトレンドラインに今沿っているっていうことは、トレンドラインまで下落すればそこからまた反発上昇する可能性があるので、そうすると下落の値幅っていうのはなかなか狙いにくいですので、どちらかというとしっかり下がってくるのを待って、そこからの次の上昇の流れを見ておくといいかもしれないですね。昨日のこの下落なんてすごくわかりやすかったと思うんです。ちょうど149円付近で反発してますし、このトレンドラインでぴったり反応してますよね。ですのでこういうところを昨日は見ておくと良かったのかなと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。
詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。